気づいたらいつの間にか友達がいなくなってたみたいなことってありますよね。皆さんは友達を作るのにどんなことをしますか？皆さんこんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。ハエが飛んでます。さっき布団を干したらハエが部屋の中に入ってきちゃって、ハエが飛んでます。なので今日はハエちゃんと一緒に、この動画を撮ることになるかもしれません。映ったら、ハエちゃんって思いながら見てみてください。来た！やだ！あっち行って！じゃあ戻りまして、今日は友達についてお話ししようと思います。友達。皆さん友達っていますか？たくさんいますか？それとも少ないですか？友達0人。友達たくさんいるかな？私は友達少ないです。多くないです。ほぼゼロに近いかも。かわいそう。かわいそうな人です。います、います。います。友達が多くない。友達ほぼ0人に近い私が言うのもあれなんですけど、そんな私でも友達ができたので、今日は友達を作るにはどうしたらいいかなについて少しお話ししようと思います。まず、友達を作るのって簡単じゃないですよね。難しいって思う人も多いかもしれません。逆に友達作るのめっちゃ簡単っていう人もいるかもしれません。友達を作るのは時間が必要だと思っています。友達になるまでに時間がかかる気がします。大人になると職場と家の往復、仕事、家で友達と会う機会もないし、友達を作る時間もほとんどないと思います。だからまず友達が欲しいなって思ったら、仲間を最初に作ることがいいんじゃないかなって思います。仲間を作ること。仲間作りから始める。で、長い時間仲間と一緒にいて、だんだん友達になっていく。それがいいかなと思っています。仲間、どこで作りますか？私は、ジムとかに行って、一緒にレッスンを受けていくうちに、ちょっとずつお話ししながら、仲間になって、そのうち一緒にお出かけする友達になるっていう感じで友達を作りました。同じ趣味の人に会うのが一番いいと思います。趣味サークルなんかに参加するのもおすすめです。ヨガとかピラティスに通っていた時に私は先生とレッスンの前と後ろでちょっとだけ喋ってちょっとずつ仲良くなりました。それも4年くらい経って一緒にご飯を食べるようになったり、一緒に遊びに行くようになったりしました。先生は私よりも年齢が20歳とか30歳とか上なんですけど、友達に年齢は関係ないと思っています。楽しくお話しして一緒に過ごせるのが友達ですよね。私は友達になるときに年齢は全然気にしません。自分より年下だからとか、年上だからとかで友達にならないっていうことはほとんどありません。むしろ逆に年が離れている方が新しいこととか私が知らないこととかたくさんあって面白いなって思うので、楽しいなって感じます。もちろん同い年の子とも仲良くなります。一緒にピラティスをやってた女の子とも毎回レッスンで顔を合わせて会うたびに少しずつお話しして喋って仲良くなりました。一緒にご飯も行ったり、同い年ならではの悩みとかを相談することができるので、それもいい関係だなって思います。ライフイベントによって友達と距離ができてしまうことってありますよね。例えば、就職とか、引っ越しとか、結婚とか、あ
とは出産、いろんなライフイベントで友達と遊ばなくなってしまって、距離ができてしまって、連絡を取らなくなってしまって、なんてこともあると思います。そんな風に気づいたら、いつの間にか友達がいなくなってた、みたいなことってありますよね。気づいたらなんか寂しいな、みたいな。休みの日に遊びに行く友達がいないな、なんてことを、私もしょっちゅうありました。私は結構一人で過ごすのは、嫌なタイプじゃない。一人で何でも結構楽しめるタイプなので、もちろん友達と楽しくお話ししたり、同じ時間を過ごしたりするのも楽しい、好きです。だけど、一人でも結構遊べるので、友達が少ないです。いないわけじゃないけど、多くはないです。皆さんは友達を作るのにどんなことをしますか？私みたいにジムに通ったりして、趣味のサークルに行ったりして、参加したりして友達作りますか？それとも昔からの小学生、中学生、高校生、大学生からの友達とずっと遊んでますか？関係が続いていますか？正直言うと羨ましいです。小学生、中学生、高校生、大学生の時からずっと友達関係が続いて、仲いい人がいる人が私は正直羨ましいです。いいなぁなんて思うこともあります。友達が欲しいなって思ったら、まずは何かのサークルとかに参加して仲間を作ること、友達の前の仲間を作ることから始めてみるのがいいかなと思います。じゃあ今日はここまでにしようと思います。途中、ハエちゃんが、ハエいる。ハエが映ったかもしれないんですけど、ご了承ください。後で外に逃がさなきゃね。逃がさないといけないなぁなんて思います。後で外に逃がそうと思います。じゃあ今日はここまでにしようと思います。では皆さんもいい一日を過ごしてくださいね。じゃあバイバイ。またねー。